したので、マモちゃんのフィギュアを作ります。早速レッツゴー。まずは 3D データの作成。Z ブラシというソフトです。パソコン上で粘土をこねる感じ。完成までカット。ポーズは設定画を参考。早速プリンターで出力します。何ですか？そんなことをしたら YouTube に怒られる。確かにそれは開示じゃん。わっというわけで下着バージョンも作成。バキバキ筋肉質にしました。超能力なくても強そう。3D プリンターで出力します。材料は液体のレジン樹脂。固めながらかき混ぜます。作成したデータを移行します。10時間ほどかかります。きれいに出力できました。プレートから剥がします。エタノールで洗浄します。20分放置します。パーツの合いもいい感じ。出力した跡が目立つのでカッターで削り取ります。ヤスリで整えます。無心で削り続けます。さすがに寂しいのでアニメを見ながら作業します。ダンダダン欲も満たせます。超音波洗浄機。削りカスを洗浄します。細かい傷は塗装で埋めます。ピカピカ光沢が出るくらいに。埋まった場所を掘り直し、微調整も行います。
了です。後頭肢パーツ以外を交換して下着バージョンを再現できます。塗装工程に移ります。両側を塗装します。まずは単色でベタ塗り。シャバシャバの茶色を拭くと溝部に塗料が入り込みます。いい感じのグラデーションに。凸部分に白を拭きます。壁部分の色作って下方向から吹きつけると自然な壁を再現できます。髪の毛を塗装します。ベース色をベタ塗り。明るい色でグラデーション。結構赤毛なんですよね。薄めた茶色を筆で塗布して表面を拭き取ります。溝部分は残るように。髪の毛に影が落ちました。肌を塗装します。下地は調色したピンク色。何も考えずベタ塗りで OK。 肌色一層目を塗装します。ピンクの影色を残しながら肌ムラを再現するため茶色のしぶきを飛ばします。カメラに映らないくらいうっすらと肌色2層目を重ねます。どんどん塗り重ねます。R 色でコートして皮膚のテカリを表現します。まとめて下着も塗装。マスキングを剥がします。セーターを塗装します。濃いめのピンクで下塗り。白を加えて重ね塗りします。
一体感を強調します。紫色で墨入れします。余分な塗料を拭き取ります。リボンを取り付けて完成。今回のフィギュア台座はセルフ星人風に造形しました。 3D プリンターで出力中。簡易的に塗装します。木もかわいい。顔を描き込みます。細かいのでダイジェストで。画像を参考に描きます。瞳のハイライト追加。楽しいお化粧タイム。今回はナチュラルな感じで。実際は半日かけて描いてます。最後にほくろを描き込みます。多くなりすぎないように注意。各パーツを接着します。壊さないように慎重に。ボディは選択式。緊張して入らないノズ。フィギュア完成です。ご視聴ありがとうございました。投稿を続けていきますので、チャンネル登録お願いします。